わあ、綺麗ですね。ほら、この屋根の形を見てください。まるでアジサイのトンネルみたいですね。さらに道が狭い。頭に当たっちゃいそうです。この太い棒を使います。せーの。わあ、坂道楽しい。ジェットコースターみたいです。皆さん、こんにちは。よしえです。今日は岡山県の吉備津をサイクリングします。田舎の景色やゆっくりとした雰囲気を楽しんでください。それでは始めましょう。今日はレンタサイクルのお店からスタートします。ここは備前一宮駅です。外国のお客さんもそのレンタサイクルのお店を使っていました。自転車に乗るのはとても久しぶりです。もう何年も乗っていません。ちょっと緊張します。でも今日はサイクリングにぴったりの天気です。暑すぎず風が気持ちいいです。今日サイクリングする吉備寺エリアはとても人気のサイクリングスポットです。道が平らな場所が多いので自転車に乗りやすいです。線路の向こうから電車が来ます。赤い電車でした。それでは踏切を渡ります。目の前に大きな鳥居が現れました。これは吉備津彦神社という神社です。今日は別の神社に行きたいので通り過ぎます。今日私が行きたい神社の名前は吉備津神社と言います。吉備津神社と吉備津彦神社、二つ似た名前ですね。吉備というのは昔この辺りにあった国の名前です。だからいろいろな地名や神社の名前に吉備が使われています。今私が使っている自転車はマウンテンバイクではありません。電動自転車でもありません。普通の自転車なので結構ガタガタ揺れます。そう、でもまあちょっとだけサイクリングするから大丈夫と思ってこれを借りました。こっちに行くとサイクリングロードに出ます。まっすぐで平らな道です。地面にルートが書いてあるので分かりやすいです。では、この田んぼの道を進んでいきます。右側には田んぼが見えます。多分5月とか6月くらいに田植えをした田んぼだと思います。綺麗ですね。お米を作っています。左側にあるのは水路ですね。農業用の水路だと思います。この水路から水を持ってきて、お米や野菜に水をあげているんだと思います。遠くには山が見えます。ここら辺にはあまり高い建物がないですね。私は地元が高知県なんですけど、高知県を思い出す風景です。高知県もこういう田んぼや畑がたくさんあります。右側に白い鳥がいますね。サギという鳥だと思います。
サギはよく田んぼに集まってきて、カエルとか魚を食べています。この時期になるとよく見られる鳥ですね。のどかですね。歩いている人がほとんどいません。この道を左に曲がってみましょう。あ、前から人が歩いてきます。日傘を差していますね。これからの日本はとても暑くなります。日傘を差す人が本当に多いです。皆さんの国では日傘を差すのは普通のことですか？あまり海外で日傘を差している人は見ないですね。日傘を差すと日焼けを防げるだけではなくて、とても涼しく感じます。後ろから人が近づいてきている気配がします。日本語じゃない言葉が聞こえてきます。さっきレンタサイクルのお店で外国人の観光客がいました。その人たちかな？あ、やっぱりそうでした。早いなあ。私も一生懸命自転車を漕いでいますが、坂道はきつい。もう全然足が動きません。本当は自転車の種類を選べて、電動自転車か普通の自転車か選べたんですよ。でも、値段を考えて普通の自転車にしました。坂道がほとんどないので、多分大丈夫だと思うんですけど、結構疲れてきました。この道は車も通る道ですね。ちょっと気をつけながら進みます。ここは何だろう。一旦通り過ぎます。前に鳥居が見えてきました。ここが吉備津神社かな？車に気をつけながら渡ります。自転車はどこに置けるかな？駐輪場を探しましょう。どこかわかんないな。左側にはお土産物屋さんがあります。ソフトクリームも売ってるみたいですね。向こう側に駐輪場があるかな？この屋根がついているところは手を洗う場所ですね。あ、ここに止められそうですね。バイクの人もいますが、多分自転車も止めていいと思います。ちょっと日陰がないので、かなり暑くなりそうですが、ここに止めて歩きます。はい、ここが吉備津神社です。入っていきましょう。目の前にたくさんの白いものが見えますね。これは提灯と言います。本来はライトのような役割をするものです。吉備津神社は夜は入れないので、ライトアップはされません。お正月とか少しの期間だけライトアップをするみたいです。提灯には一つずつ名前や会社名が書いていますね。誰が寄進したかをわかるようにするために名前が書かれています。赤い大きな門が目の前にあります。ここをくぐっていきましょう。まだもう少し階段がありますね。階段を登った先に本殿があります。はい、実はこの本殿は国宝に指定されています。海外からもたくさんの人が見に来るそうです。台湾とか韓国、香港の人が多いと聞きました。
この本殿は屋根の形が特徴的です。屋根の山みたいな部分が横に2つ並んでいますね。これが全国的にもとても珍しいそうです。そして皆さん、桃太郎というお話を知っていますか？ここに絵がありますね。桃から生まれた子供が大きくなって鬼を退治するというお話です。その桃太郎の神話のモデルになった人が吉備津彦の命と言います。この吉備津彦の命が昔吉備の国を助けたということで、この吉備津神社に祀られているんですね。さあ、そしてこの吉備津神社はもう一つとても有名なことがあります。それが今から行く場所で見られます。何でしょうか？この本殿を通り過ぎたところにあります。左を向いてみましょう。はい、これが回廊と言います。廊下のようなものですね。この長さがなんと400メートルぐらいあります。すごいですよね。天井もとても素敵です。そしてここは自然の地形に合わせて作られているので、まっすぐではないです。横から見るとわかりやすいと思います。わー、綺麗ですね。ほら、この屋根の形を見てください。まっすぐじゃなくて、ちょっと途中で曲がっていますよね。横から見ると、この長さがよくわかりますよね。昔はなんと1キロもこの回廊が続いていたそうです。すごいですよね。雨の日のためにこういう長い屋根付きの廊下を作ったそうです。右側の景色はどうかな？あっちにも後で行ってみようかな。今日この吉備津神社に来た理由がもう一つあります。今ちょうどアジサイのシーズンです。アジサイは皆さん好きですか？私は花の中でもアジサイは特に好きな花です。色が綺麗ですよね。あまりこういう青い色の花ってないと思います。爽やかな青ですよね。涼しさを感じる色です。狭い階段。登る人は左を通って、下る人は右を通ります。まるでアジサイのトンネルみたいですね。さらに道が狭い。頭に当たっちゃいそうです。皆さん、アジサイには毒があるって知っていますか？間違えて食べると気持ち悪くなってしまうそうです。まあ、なかなか間違えてアジサイを食べる人は少ないと思います。でも、日本は時々葉っぱやお花を料理に飾ることがあります。そういう時にアジサイは選ばない方がいいかもしれないですね。それでは降りていきましょう。この階段かなり危ないです。わかりますか？ちゃんと段になっていなくて足を踏み外しそうです。カメラもあるので気をつけて降りていきます。また元の道に戻ってきました。こっちには何があるのかな？奥に水車がありますね。見えますか？
この水の音が気持ちいいですね。涼しげな音ですね。涼しげというのは、実際に涼しいわけではないけど、涼しく聞こえる、涼しく見えるという時に使えます。アジサイの青色も涼しげ、水の音も涼しげですね。さあ、この鳥居を出て、道路の向こう側に行ってみようと思います。道路の向こう側にも素敵な建物がありそうですね。赤い橋が見えます。こっちの池には噴水があります。池の右に見える赤い建物は神社ですね。少し近づいて見てみましょう。これは宇賀神社という小さい神社です。水に囲まれていますね。あっちにも池、こっちにも池、島のようになっています。奥には登れる場所がありました。階段を登ってみましょう。何があるのかな？わあ、ここからの景色も素晴らしい。天気がいいから緑がきれいに見えますね。そしてこっちにはなんと鐘がありました。この鐘、ちょっと鳴らしてみようかな。鐘を鳴らすことを鐘をつくと言います。この太い棒を使います。せーの。大きな音が出ました。私この音好きなんですよね。落ち着く。ではまた自転車に乗ってお昼ご飯を食べに行きます。近くに素敵なカフェがあるみたいなのでそこまで行きましょう。私はめちゃくちゃ方向音痴です。だからね、普段新しい場所に行くときに地図を見ながら歩くんですよ。車に乗るときは絶対にナビを使います。自転車に乗っていると、その地図を見ながら移動できないのが少し困りますね。まあ多分こっちだろうと思いながら進んでいます。皆さんは方向音痴ですか？私の方向音痴はかなりひどいんです。例えば、お店に入って出た時に自分がどっちから来たか思い出せないんですよ。本当にね、もう困ってます。でも最近は iPhone があるし、こう矢印で指してくれるからかなり楽になりましたね。何十年か前に生まれてたら私はどうしてたんでしょうね。想像ができないです。そういえば最近自転車のルールが厳しくなったらしいんですよ。前は交通違反をしても自転車は注意されるだけだったんですね。でも4月から違反をすると罰金とかを払わないといけなくなったみたいです。例えば歩行者がいるのに歩道を自転車で走るとダメらしいです。今ね、車道を頑張って走っていたんですが、ちょっと怖かったですね。はい、目的地に着きました。ここら辺に行きたいカフェがあるはず。どっちかな？こっちにはなさそう。日傘を差している方について行ってみましょう。あ、こっちにありました。
この壁に書いてある鳥が目印ですね。自転車を店の横に止めます。お腹すいた。やっぱり運動するとお腹空きますよね。中に入りましょう。入って注文します。めちゃくちゃ汗かいてますね。店内はこんな感じ。とてもいい雰囲気です。このお店ではコーヒーとホットドッグを注文しました。このホットドッグ、カレー味なんですが、めちゃくちゃ美味しかった。パンがとても美味しかったです。はい、ちょっとお腹が満たされたので、また自転車に乗ります。朝出発した時はちょうどいい気温だったんですが、だんだん暑くなってきました。今は29度ぐらいあります。さっきのカフェで私はホットコーヒーを飲んでいました。あんなに汗かいていたのにホットコーヒー飲むのって思った人もいるかもしれません。でも日本のカフェは基本的に水をくれるんですよ。しかもエアコンが効いているお店が多い。だからアイスコーヒーとかジュースを頼むとだんだん寒くなってくるんですよ。なのでいつも水で少しクールダウンしてあったかい飲み物を飲むようにしています。皆さんはどうですか？カフェで夏場にホットコーヒーを飲みますか？では、田んぼの道に戻ってきました。やっぱりいいですね。車が少ない道の方が安心します。走りやすい。私が中学生、高校生の時、自転車で毎日学校に行っていました。家から学校までだいたい30分くらいかかっていました。その時に通っていた道がまさにこんな感じでした。人が全くいなくて、左右を田んぼに囲まれている道です。で、30分間自転車に乗るって結構暇なんですよ。それで、その時も今も絶対やってはいけないと思うんですけど、両手を離して運転する練習をしていましたね。これ本当におすすめしなくて良くないと思うんですけど、周りに全く人がいない場所で、そういうトライをしてましたね。懐かしい。私、自転車は手を離せるんですけど、一輪車は乗れないんですよ。皆さん、一輪車は乗れますか？ここで左に行く道が出てきました。こっちに行ってみよう。わあ、坂道、楽しい。ジェットコースターみたいです。かなりスピードが出ています。風が気持ちいい。楽しかった。また左側に広い田んぼがあります。緑が綺麗ですね。このお米は夏の終わりから秋にかけて収穫されます。その年に収穫された新しいお米のことを新米と言います。新米は本当に美味しいです。古いお米のことは古米と呼びます。新米は水分が多くてもちもちしているんですね。スーパーに秋頃に行くと新米という文字をたくさん見ると思います。皆さんも秋以降に日本に来ることがあれば新米を探してみてください。この田んぼに挟まれた狭い道を行ってみましょう。ここはテンション上がりますね。落ちたら終わりっていう感じで気をつけながら進みます。
昔、私のおじいちゃんがお米や野菜を育てていました。今考えるといつでも新鮮なお米や野菜を送ってくれてありがたかったですね。たまに畑を見に行っていたのを思い出しました。あ、前に赤い電車が通っています。この田舎の道を赤い電車が通ると目立ちますね。田舎を走る電車に乗ると景色がとても綺麗です。東京や大阪の電車は建物ばっかりですよね。田舎は自然しかないみたいな道を通ることもよくあります。それがとても癒されますよね。踏切を越えました。田んぼの道が終わって住宅街に入ってきました。レンタサイクルのお店に戻りたいんですが、どう行けばいいんだろう。ちょっと迷子になっています。多分大きく離れてはいないはず。車道に出ました。右に曲がってみます。日本では基本的に自転車は左を走らないといけません。でも信号がないので、どこで渡ろうかな。結構歩道がボコボコしていて自転車で走りづらいです。振動がお尻に伝わってきます。お尻が痛い。あ、ここで渡れそうですね。左右をしっかり確認して渡ります。皆さんは普段移動するとき何を使いますか？自転車ですか？車や電車ですか？私はいつも車を使うんですね。200メートル先のコンビニに行くのも車で行ってしまいますね。都会の人はよく歩く。田舎の人は全然歩かないというのは有名な話ですよね。日本でも東京の人は本当によく歩くなぁと思います。私は1日に600歩くらいしか歩いていない時もあります。スマートウォッチで歩いた歩数を測れるんですよ。多分平均すると2500歩くらいですね。皆さんは毎日どれくらい歩いていますか？右側に川があります。この川の向こうにレンタサイクルのお店があったと思います。橋を渡りましょう。この川は水が少ないですね。また坂道です。でもここは車が来そうなので気をつけましょう。皆さん今日の自転車の旅はどうでしたか？歩く動画とどっちがいいですかね？多分これからどんどん暑くなるので何ヶ月か自転車には乗れないと思います。でも秋になったらまたどこかで自転車に乗りたいなという気持ちになりました。楽しかった。はい。最初のレンタサイクルのお店に戻ってきました。ここは駅の隣なので借りるのも返すのもとても便利ですね。ありがとうございました。はい、この後は近くの神社を少し散歩して帰りました。今日の動画はこれでおしまいです。面白いねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。今日の動画のトランスクリプトは私のペイトリオンで配信しています。そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。